だから始めなさいって言うんですよ。はいはい意外とそれ何目的だったっけ、はい捨て、はい捨てあなたに掃除しないんですかって言いますよね。確かに。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、人材育成術、その他ビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日のテーマは、いやーちょっとごめんなさい社長、緊急で今日ちょっと来させていただいたんですけど、ちょっと先週からですね、業務量があまりに多すぎてちょっと手が回ってないんですよ、僕自身。多分僕みたいに悩んでる中間管理職のポジションの人って結構多いと思うんですね。今本当に多くの業務を抱えてしまってパンクしそうなんで、どこから手をつけたらいいか分かんないんですよ。業務が多すぎて手が回ってないっていう問題に対しての解決策をちょっと教えていただきたいんですけど。悩んで暇だやった方がいいんじゃないいやそれが思ったんです。間違いないんですけど。っていうのは半分本当で半分冗談だし、はい。いつもそういう人いるんですけど、まず捨てろと、捨てろ。捨てろですよ。まずやること捨てろと、一番はいは初めにやんなきゃいけないのは捨てられる仕事を捨てなさいと。い。なるほど。いっぱいいっぱいになっちゃって、はいどっから手つけていいか分かんないでしょ。そうなんですよやってないじゃん。やってないんですよ。捨てちゃえばいいな、そんなの。僕もそうですけど、やりたいことって増えてくるんですよ。やる仕事って増えてくるんですよ。うん会社の仕組み見てたら、うちも例外じゃないですよ。騙したら増えてくるんですよ。だから一旦立ち止まってやっぱ定期的に捨てなきゃいけないんですよ。単純に言うんですけど、じゃあ荷物が溜まった部屋片付けようと思ったらどうしますか？捨てるでしょ。はいまず不要なものを捨てます。はいで、スペースを確保します。そして優先順位をつけます。とにかく捨てるでしょ。片付けるとき捨てるじゃん。捨てます。はい。捨てない。ああ、業務の取捨選択をしていけと。ああ、なるほど。で、引っ越しっていう仕事してるからなんですけど、本当にいろんな人の部屋を見ますけど、まず捨てなさいって思いますよ。荷物が多くて困ってるっていう人にまず捨ててくださいと。で、会社でもそうですね。会社の営業所とか、僕昔とかよく定期的に言ってたんですけど、まずその営業所に行ったら何するの？捨てる。汚いの嫌なんですよ。いや社長がそれする仕事買ってもらうんですけど、もうダメなんです。我慢して我慢できないんです。で、大体こうです。これいらない？あ、いらないですよ。捨てる。ポンポンポン。なんでいらないもん置いてくるんだこの野郎。これ必要ですっていう回答以外全部するんですよ。そっからですよね。だから大体仕事ができない人ほど余計なもんいっぱい持ってる。捨てれてない。そっか、業務の取捨選択をしていくってなると、どこを判断基準にこれは捨てていいとかっていうのを判断 しますか？だから例えばじゃあこの仕事って何が目的でどんな効果ありますかってか、意外とそれ何目的だったっけ、はい捨て、はい捨てそれってどのぐらい効果あるのって言ったら、いや効果ですか、はい捨てみたいな。確かにそういう考え方でいいんですね。極端ですけど、大体やるのはいる仕事、いらない仕事、ちょっと本当に確認が必要な仕事、悩む仕事みたいなこの3分ですね。なぜならば悩むことでみんな時間使う。なんでまず1回3つ作って、はい即答してください。この仕事はいりますか？はい、いります。はい。この仕事いりますか？確かにいらないです。はい、捨て。はい、この仕事はい、悩み入れます。全部これ3つまず分けてきます。その後でまずこの悩んだ仕事において、この仕事のそれぞれ目的なんですか、効果なんですかみたいなことをヒアリング質問してって、そこでもうバンバンバンとで曖昧なものを全部捨てていっちゃう。でもしこれ捨てたけど、例えば1週間やってみて、あの仕事やっぱりやらなくなったから困ったことがあるって言ったらもう一回相談してくださいと。とにかく全部捨てて、仕事やった上とかいらないんで、いらないの全部捨ててみたいな。なるほどね。だからまず捨てれる仕事を探します。捨てれる仕事を探す。結構ありますよ、実はあんまり意味のない仕事とか。そうですか。とか他の仕事とくっつけりゃいいじゃん。こうやってさ、何々部のお前がやってるけど、これ他の何々部の何さんも似たようなことやってないみたいな。めっちゃあります、そういうの。そしたら別にお前やんなくてよくない？こっちくっつけてもらえばいいじゃんみたいな。いやありますね。だからもう一回こう順序言いますけど、やることはまず捨てます。今言ったように、はい、いる？いらない？みたいな感じで仕分けします。で次にまずじゃあそれでスペース確保します。じゃあ必要だという仕事を優先順位をつける。大事な順番つけてください。で大事な順番の付け方どうやってつければいいですか？これ結構間違うんですね。でよく仕事で言うのは緊急か重要か、緊急かつ重要か、緊急かつ重要でないか、重要だけど緊急ではないか、重要でも緊急でもないみたい
一番マネージャーとして大事なのは緊急ではないけど重要なこと。次に重要で緊急なことをやらなきゃいけないから、でも大体普通の毎日のタスクの中に重要で緊急が入ってちゃいけないんですよね。そうですね。優先順位をちゃんとそういう質問しながらつけてきます。で次にじゃあその優先順位高い順からいつやった方がいいのか、どのぐらいの時間を使うのか全部書いてくださいと。でやっていきますと。それで組み立てていくんですね。なるほど。で1日はこれ、1週間はこれ、1ヶ月はこれ、1年はこれ、毎日やんなきゃいけないことを1週間としてやんなきゃいけないこと、1ヶ月の間でやんなきゃいけないこと、1年の間でやんなきゃいけないことを分類させます。それで計画を作らせます。その通りやってくださいと。でこれを理想で言うと本当はね、半年に1回ぐらいやった方がいいですよ。整理整頓でそれをやらないんだったら、あなたの家掃除しないんですかって言いますよね。確かに、本当にそれでバンクするんだったら一人でもしかないじゃないですか。残業するしかないでしょ。一人でなんて残業するしかないし、うちだったらそこはちゃんと論理的に証明されたら言わないですよ。確かに足りないね。だからやっぱりその数字もそうですけど、やっぱ論理的にちゃんとそこを判断していかないと、よく会社で起こる被害化が起こるわけですよ。こんな業務にこんな人数いらないじゃんみたいな。みんなねやっぱ確認増やすの好きだし、余計な仕事増やすの好きだから本能的にそうなっちゃうんです。そういう会社って仕組みになってんなと思うから、半年に1回ぐらいやっぱ掃除しないと。でこれをやっぱ上役になってきたら自分で掃除していけないんですよね。なるほど。そうじゃないとやりたいことばっかりになっちゃう。確かになんか自分の部屋の棚卸しみたいなことを定期的にやっていくことが重要なんですかね。時間ないよく言うんですけど、本質的には時間ないことを嘆くことよりも整理整頓しようって言うんですよ。だから大体時間ないっつって忙しいって言ってる人って汚いだけなんですよ。なるほどね。だって部屋が汚かったらどこに何が置いてるか分からないから探すのに時間かかるんですよ。その時間削ったらお前仕事できるやんみたいな。だからあれはここにある、これはここにある、整理整頓されてパッと見て分かる、家の鍵はここにあるはず、スマホはここにあるはず、エアコンのリモコンここにあるはずって分かるから探す時間ないんですよ。でも大体時間ないって言ってるやつはエアコン探すのに使ってるんですよ。なるほどね。エアコンのリモコン探すのに時間使ってるんですよ。だから整理整頓から始めなさいって言うんですよ。ありがとうございます。仕事が多いってバンクしてるなと思ったら、まずは仕事捨てなさいと。捨てることから始まりますよというふうに覚えてもらって、とにかく捨てましょうと。捨て方については今日の話を参考にやってくださいと。ありがとうございます。このチャンネルでは組織づくり、人材育成術、そしてビジネスに役立ちそうな知識などさまざまな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にぜひこの動画にもいいねを押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。